こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。春も竹縄、陽春の季節。ご覧の通り、盆栽はどんどん芽を伸ばし、枝を伸ばし、植え替えも待ったなしのギリギリのところへ来ています。今日は一つ、この手入れをするためにとても必要なことをお話しします。私たちは庭を歩くときは腰に道具の袋をぶら下げています。使い込んだハサミです。もう10年以上使っています。私はこういう小バサミといって小さいものが好きです。こういうもので庭を歩きながら無駄な枝を省いたり、いろいろなことをします。ただ、昔から伝わるハサミは全部鉄と鋼でできています。つまり日本の刀と同じように手入れを怠ればすぐに錆びたり傷み始めます。皆さんが持っている道具も手入れをすることでその切れ味、使い味は良くなります。今日はその道具の手入れについて皆さんにお話しさせていただきます。お楽しみください。盆栽の道具の手入れは大まかにして2種類があります。一つは刃物である道具の刃を研ぎ上げることです。もう一つは使いやすい潤滑な動きができるようにしておくことです。特に一番大事なハサミ、又枝切りという大枝を切るもの。この研ぎ方はとても重要です。さて今日は一つ一つの道具の手入れと管理の仕方をご説明します。盆栽の手入れで普段使うものは大別してこのようなものになります。剪定バサミと言われる各種のハサミ、大バサミ、そして通常に使う剪定バサミ、小枝などを切るハサミ。基本的には同じですが、これの研ぎ方はとても難しいものがあります。刃物ではありませんが、針金を引いたり巻いたりするやっとこ。ペンチでも使えますが、盆栽界で専用に作られたやっとこは使いやすいものです。そしていくつかありますが、針金切り。ワイヤーを切るものですね。針金を巻いた後の最後を切る。外すときに切る。とても重要な役目を持ちます。そして盆栽界独自のものと言われるものが、この又枝切りですね。大きな枝を挟んで食い切る。そのようになっています。これも2種類のものがあり、まっすぐのこの刃のところのもの。それとこのように、まるで鳥のくちばしで食いちぎるように丸刃というもの。この又枝切りの刃の手入れ、研ぎ方も少し特殊なものがあります。一つ一つの手入れを順々にご覧に入れましょう。まず、針金切りややっとこなど、この障害によって2つの金物がつながって1つの刃を作っているもの。この部分が潤滑油できちんと滑らかになっていないとすぐに使いづらくなります。今は便利なものでこのような潤滑油が売っています。これをちょっとここへ刺してあげる。この障害の上からも刺す。これをしてよく何度も何度もこうしてあげる。で、こうした上で軽く拭き取って。できればこれの他に最後使い終わった後などは今度は刃物のクリーナーとして錆止めの意味の込めたものがあります。このようにして盆栽の道具は手入れが終わった後、ありがとうという思いで。この中側はこのように潤滑油が残ったままでも良いかと思います。これによってこのようにゆったりとします。やっとこも同じですね。この状態でしまってあげると道具は何十年でも長持ちします。それでは一番大事なハサミの研ぎ方、もう一度きれいに切れる姿へ戻すところを手入れの仕方をご説明します。
長く使ってちょっと手入れが悪ければ、全体に錆が出たり、切れ味が悪くなります。ハサミはすべて研ぎ上げなければなりません。ちょっと3点とも研ぎが足らない状態ですね。私が普段使っているものは研ぎ上げすぎていますが、刃が少しずつ減っていく。それが正しい状態です。それには砥石が必要です。今日は皆さんにご覧に入れるにすでに長い時間をかけて水に浸してあります。砥石というものの内容をご覧いただきましょう。現在よく刃物の研ぐために使われている市販の砥石です。古い時代は京都を中心に天然の石の砥石が多くありましたが、良きものになるとこの大きさで数十万という大変高価なものまでがあります。便利なもので今はこういうふうに市販されているもので大変安く数千円で買えるものがあります。これで十分役に立ちます。ご覧いただいてわかるでしょうか。もう先ほど水にあげてわずかなのにすでに水が引いていきます。これぐらいの感じが砥石としてはいいものです。このように今は砥石の中に番手といって砥石の目がはっきりと出ています。この目に合わせて研ぎ上げていくことが重要で、盆栽のハサミの場合はだいたい400番でまず錆を取ったり刃こぼれを取り、そこから1000番で仕上げをしてあげる。3000番までやる必要もないかと思いますが、その順番が大切です。このように水をしっかり含ませてから研ぎを入ることがとても大切ですね。2つの金物でできているこのハサミ。これの一つの面一つの面を研ぎます。この光るこの刃の面ですね。この面です。これを交互に研いでいく必要があります。間違ってもこの内側を研いでは刃は合わなくなってしまいます。1枚ずつ研ぐ。それが重要です。刃の外側を曲がらないように手で押さえて、ゆっくりとあまり力を入れすぎずに研ぎ上げていきます。力で研ごうとすると砥石に刃が刺さってしまったり、面が平らに研げないようになってしまいます。何度か確認しながら水を与えて少しずつ少しずつ研ぎます。はじめは粗い目で研ぎ上げ、両面が出来上がるまで研いでから、それから今度は粗度から磨き仕上げの砥石へと変えていくことになります。慣れないと刃を丸くしてしまいますが、平らに平らに手の角度、腕の角度を動かさずに動かしていく。刃物を研ぐも職人の年季の一つと言えるところです。粗度で研いで刃のこぼれや錆、それを取った状態がこの状態になります。これを両面このように施すことで刃物の切れ味は蘇っていきます。ここから仕上げ度に今度は砥石の目をもっと細かくして仕上げていきます。先ほど研ぎ上げたハサミ、これでも十分に切れます。ただし少し緩みがあります。っていうのは、こうやって落とすとポコンとやけに緩くゆるゆるです。この間のタガネがわかりますでしょうか。緩んでるんですね。もう少し締めておいてあげないと、緩みすぎてハサミを使うときに親指で押して握り指でこうして切ってなければなりません。このような時にはこの蝶蓋を少し叩いて締める必要があります。どちらを叩いていいわけではありません。蝶蓋は片方だけを叩くようになっています。
この部分の片側だけが叩けるようになっています。新しいハサミでも片方が叩いた跡がありますからわかります。こちら側は丸みを持ってふっくらしています。こちら側は叩かずに片方だけで仕上げていきます。本当は下に大きな鉄の台がいいですが、ないときはこのようにペンチの硬いとこなどを上にして、この部分をこれぐらいに軽く叩きます。そうすると少し締まっていきます。締めすぎると硬くなりますので、今度は緩みません。この鉄の音もとても大事ですが、丁外の締め具合で変わっていきます。ハサミの研ぎ上げ、それで丁外の締め直し、一通りの手入れが終わりました。そして一度水洗いをして、そこから先ほどのように必ずもう一度この丁外のところに簡単にふっと差し油をします。で、この間にも入れて、内側は研がないので軽く油で滑りやすくします。こうしてあげる。その上で全体に錆がこぬように磨きをして、このようにします。これで一通りの手入れが完了しました。もう一つの大切な刃物ですね。ハサミで切れる枝もあれば、それ以上太いものはこの股枝切りというもので切ります。例えばこのような太さ、小指よりちょっと細いですが、ハサミではちょっと切りづらいものもこの股枝を使うと簡単に切り落とせます。この股枝の刃物の研ぎ方はとても特殊です。股枝の研ぎ、大切なことです。内側のところはハサミの内側と同じように研いではいけません。この外側の部分、ここを研ぎ上げます。特に先ほど言ったように、合わさり目は片方が微妙に片方の上に乗る形になっています。一つ一つを研ぎ上げるのに、一般の砥石でこう研ぐことは難しいものがあります。その時にはこのようにハンドスライサーのようなこの道具で研ぎ上げます。片方が乗っている方、こちら側が引っかかるわけですね。こちらが乗っています。乗っている方はこのままで研ぎ上げられます。もうこれだけでこれだけ研ぎ上げています。お分かりになりますか？その代わり今度こちら側で研ぐとこ、内側に入っている方はこうしてしまえば上の刃を傷めてしまいます。その時には開きます。開いてこちら側だけを研ぎます。引いて押すと丸めるので、刃の外へ向かって押す方のが刃を傷めません。このような形で研ぎ上げができます。これによってこの合わさりは変わりません。片方にしっかりと引っかかっています。股枝を研ぐのはこの部分だけです。これ以外のところは研ぐのはよくありません。同じように特殊な股枝があります。ご覧ください。くちばしのように曲がっています。中を食い切るようになります。この時も同じように片方が必ず上に乗っています。上に乗っている方を確かめて、先にそれを外側からこの丸刃に合わせて、先だけでいいですから研いでいきます。丸刃は面ですのでとても研ぎづらいものですが、それでもしっかりと研いでいくことができます。お分かりでしょうか？この光っている部分がちょうど両面の一番大事なところを研ぎ上げています。
丸葉又枝、一般の又枝も大切なのはこのくちばし部分だけです。これ以外の内側などを研ぐことは逆に葉を潰してしまいますから注意してください。いかがだったでしょうか。盆栽の手入れ、管理、もちろんとても重要です。でもその前に、このわずかな数ですが、私たちの手入れの命といえる道具たち、これの手入れを怠れば切れ味も悪くなります。切れ味が悪くなるということは、盆栽の枝先の切れ味が悪くなり、その傷を巻かせる力も悪くなります。ハサミというものは日本の刀に似ています。紙一枚でも切れるけれど、骨をも切る。それでも傷まない。日本の盆栽の道具は、その両方を兼ね備えている職人技の結晶です。今日はこのような道具のことをお話ししました。一つ一つの道具、5年、10年、半世紀も使えると言われます。大切に扱ってくれることで愛着も湧きます。ぜひ皆さんも参考になさってください。わびチャンネルは盆栽水石に関わる様々なことを幅広く皆さんにお伝えしています。たくさんのアーカイブご覧いただければと思います。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。